Hi guys! It's Sega and Bren. はい、で今日は質問コーナーのパート2になります。じゃあパート1を見てない方はパート1を見てからパート2の方に来てもう一回見てください。逆でもいいけどね。ねどっちでもいいけど。OK。じゃあ続きから。はい。質問じゃないかもしれないんだけど、初見ですがラブラブでいいですね。イチャイチャしてくださいね。頑張ります。イチャイチャってどんな感じ？わかんない。何してほしいのね。次。1000人おめでとうございます。ありがとうございます。めちゃめちゃいいカップルですね。ありがとうございます。そうかな。早速質問なんですが、お二人のうち焼きもち焼きなのはどちらですか？もっとお二人のラブラブな感じ見たいです。これからも動画楽しみにしてます。焼きもち焼きなのはブレンじゃない？なる？前は結構ね、最初の時は特にそうかもね。最近はそんなに信頼してるのもあると思うんだけど、最初のはそうかな、ちょっと。焼きもち焼きっていうか心配性かな。ただ変に焼きもちとかじゃないよね。ただなんか俺が他の男の人といるからとかじゃなくて、焼きもちじゃなくて常に一緒にいたいっていう感じ、だからまあ焼きもちとは違うかもしれないけど、ね。でもまあそういうのはブレンの方が強いと思う。はい。動画編集お疲れ様です。そして1000人おめでとうございます。ありがとうございます。アメリカで人気のテレビドラマを教えていただけると嬉しいです。ちなみに自分はホワイトカラーが好きです。これからも頑張ってください。ホワイトカラーは知らなかったんだけど。知ってた？ホワイトカラーって知ってる？ドラマ？聞いたことない。調べよう。そうね。そうだね。じゃあ番組2つ教えるか。1つはなんかドラマチック系、感動する系のもので、This is Us っていうのが、結構多分結構人気、アメリカで人気だし、もうシーズン2つ、最近終わったんだけど、シーズン2が。でそれもすっごいよくできてるドラマで、ライティングもすごい上手だから、家族の関係とかいろいろそうだね、何世代かを渡って見せるドラマ、すごくねいいドラマ。シーズン3も多分あるから、これから来年ぐらいかな。今年の冬ぐらいかな。あればいいね。だからぜひね見ていただきたい。じゃあもう一つはもう多分シーズン5まで出てたかな。でもう完結したんだけど、ベイツモーテルっていうドラマで、俺らはネットフリックスで見てたんだけど、日本今は分からないんだけど、日本行った時はネットフリックスあったから、日本版のねネットフリックスでもあったから、ぜひなんかちょっとサスペンスとかちょっとホラーがすごく奇妙、なんかお化けっていう感じじゃないんだけど、なんか本当になんか人間って怖いとか、なんかそういうのが好きな人はぜひ見てもらえると面白いかな。不思議本当にシーズン1なんかどんどんね面白くなっていくから、ネタバレしたくないからね、シーズン1だけじゃなくてどんどん続けて、ぜひ見てほしいかなと。そうね、どんどん面白くなるから、1000人おめでとうございます。毎回楽しみにしてます。質問なのですが、外国人の恋人が欲しいです。どうやったら出会いがありますか？2人の初デートも知りたいです。そうね、初デートはあれだね、動画って言ったから、初デートに関しては How We Met の動画とか About Us の動画を見ていただければ分かるので、そこで見てみてください。外国人の恋人が欲しいんですかね。そうそれはアプリっていうのもいいかもしれないし、あとは、外国人、どういう外国人かわからないんだけど、外国人がよく行くバーとか、やっぱり東京とかには、横浜とかにはあると思うけど、なんかこうやれば出会えるよとかは知らないからね。ないけど、アプリを使うのが一番出会う確率は高いかな。なんかその相手を外国人だったら外国人っていう風に
カテゴリーでなんか絞り込めてそこから探すこともできるから、まあ普通に出会いを待ってるよりかはなんかそういうネットとか使って、まあ、ちょっと慎重にそこはあとはもし大学とか留学生とかいるところなんかサークルとか入れたらいいかもしれないし、多分ネットとか調べたらなんか、まあ、言語の勉強会とかあるかもしれないし、まあいろんな道があるかな、でもこれっていうものはないかな、じゃあ次大好きなお二人へ1000人突破本当におめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。これからも応援してます。質問ね。お二人が出会う前はそれぞれ何をしていましたか？出会う頃はイベント会社で仕事してた、また翻訳通訳の仕事をしててインターン的なポジションだったけど、それをやってたんですね。俺は出会う前は大学生だったから普通にまあ就活も終わってたし、もうアルバイトしてたかな。俺もお弁当屋のバイトをやってたから、まあ、そこでバイトしてしてる最中にブレンと会ってっていう感じだったから、なんかもうそこら辺のね普通の大学生と一緒の生活を送ってた。バイトして学校行って卒論書いてっていう感じ。その時期は本当になんかもう特にこれっていうことはなかったかな。1000人突破おめでとう。ありがとうございます。これからも応援してるよ。これからも応援してるよ。なんかシリみたいな。これからも応援してるよ。質問。自分がゲイだって気づいたのはいつ頃ですか？そうだね。でも、自分の場合は結構他の男の子と違うと思ったのは結構ちっちゃい時だった。けど、ゲイ本当にゲイっていう言葉して自分はそうだなと思った頃は多分中学高校1年生あたりかな。俺も小5とか小6になった時になんだろうね、なんか恋愛感情ってのが分かんなかったから、その時なんか女の子の好きと男の子の好きの違いが分かんなかった、ただ友達として好きなのか分かんなかったけど、でもちょっと気になるみたいな感覚があったのがあって、でも中学入ってなんかそうなのかもと思って、でもその時なんかまだゲイって言葉を知らなくて、なんかオカマとかなんかちょっと女の子っぽいっていう言葉しか知らなかったから、なんかすごく嫌なイメージだった。まあでも自分の時もそうだったね。ちょっと嫌なイメージだった。でなんか高校とか大学になったあたりで、なんかそうなのかなっていうようなちょっと確信がなんか心のどっかにあったけど認めないっていうのと、なんかすごくごちゃ混ぜになってた気がする。いやね、やっと認めたのは本当に聖子と付き合い始めてからだと思う。本当に 100% 受け入れたのは、これ前の動画見てからのコメントだね。運転お疲れ様です。ありがとうございます。スターバックスコーヒーのことスタバとか略して使ってましたが、アメリカでも略して言ったりするのか気になっちゃいました。例えばマクドナルドとか、日本では略して通じる言葉がアメリカではどうなのか、機会があったら質問コーナーで教えてください。英語はね、そこまでなんか日本語みたいに何でもかんでも訳にすることはあんましないから、英語は本当に全部言うのが当たり前。そうだね。別にないかな。なんかスターバックスはスターバックスとか。だってマクドナルドも日本だとマックとかマクドとかいろいろじゃん。作ってもね、作れるし日本語は。でもなんかこっちでも作る人いるかもしれないけど、ただふざけてるって感じ。なんかちゃんとした使い方にしてないそれ。こっち的にはね、なんかもう日本だとマックって言ってたから、なんか略して言いたいけど言っても伝わらないから、パソコンになっちゃう。MacBook の方になっちゃうね。なんか本当にないね。なんか自分でも作っても全然いいけど、なんかこういう意味だよって言わないと多分通じない。質問。どんな仕事されてますか？特に聖子さん、海外で仕事探したり雇ってもらうためにどんな
験や面接があります。だから日本との違いとか教えてほしいです。そうね、これはなんか今はアメリカに来てもう半年以上経つんだけど、ずっとなんかその働くための資格のなんつうんだろうね、なんか労働許可証っていうものを今ずっと待ってる状態です。なんか申請し続けてるんだけどすぐ来ない。そうね、それは最後はグリーンカードの申請やってるからだよ。でもしなんか働くために来るんだったらもう最初からついてる。それはそうだね、そのビザがそのものになってるから。ただなんかこうやってグリーンカードの申請をしてて、それで追加にその働くための許可を申請したからまだまだ来ないけど、まあだからね、働くためにはそれが必要。でももしいつか本当に正社員みたいな感じで働きたいんだったら、アメリカだと結構その英語、トーフルとかが必要になってくるかと思うんですね。そうね。だから今いろいろ勉強しながら、なんかいつでも働けるように備えてはいる。だけどまあさっきも言ったようになんかその労働の許可書のカードが届かない限りなんか働けないので、まあ今は特に、まあ勉強することしかやることがないかな。そうね。早く来るといいけど。ねまあ普通だったらね結構 3,4 ヶ月で来るみたいだけど、今は結構時間経っちゃったから、結構アメリカあるあるかな。まあ面接はアメリカの方は、まあ、自分の経験とかによると面接はアメリカの方が楽っていうのもある。なんかそんなに、なんか日本の就活みたいになんかもう決まったルールとかはそこまでないし、なんかスーツとかこのスーツしないとダメとかっていうのはないし、あんましだからあとなんか雰囲気も結構ただなんかテーブル座ってでこっちが面接受ける人とこっちが面接官普通にテーブル座って普通のなんか会話するって感じで質問されたり答えたりするんだけど、なんか雰囲気がもうちょっと柔らかいかも、こっちの方が今は特に。あとスカイプとかでも面接結構するし、それいいよね、便利。自分の今の仕事は全くもうフェイスとフェイスの面接はなくて、普通に電話だけで何回かやって、あとまあ日本語の仕事だから日本語のテストとかやったんだけど、それ全部ネットとか電話でのやり取りだったからね。そうね。別にわざわざ遠くまで行かなきゃいけない仕事、面接のために遠く行かなきゃいけないのはあるんだけど、結構最近だとスカイプとかでやってくれるところがある。それ便利だね。飛行機乗らなくて済むからね。だって難しいじゃん。わざわざ行って受かるか分かんないのにお金出して飛行機とか買って、それね、日本もそういう風にできたらいいの。なんかスーツとかもそこまでなんか黒とか紺にこだわらないでいろんな自由な服でやったりとか、あと面接も簡単にねスカイプとかでできたら楽なのに。そうだね。はい、じゃあ今日の動画はここまでになります。じゃあ皆さん質問たくさんしてくれてありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。またいつか質問コーナーやろうと思ってるんですけど、その時はお知らせします。その時またいろいろ気になることがあったら質問してみてください。お願いします。じゃあ、この動画面白いと思ったら高評価とチャンネル登録と、あと気になったこととか質問とかあったら、コメント欄でコメントしてください。待ってます。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。